YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。7月14日日曜日、寝ている間にかなり雨が降ったみたいです。国土交通省の河川情報サイトを確認しながら7時間しか眠れない夜を過ごしました。川の流れのスピードはすごいですけど、経験上これくらいの水位では浸水しません。金環の周りの雑草がすごいですね。明日雨が上がったら草刈りしようかな。この雨のおかげでドーフィンちゃんも生き生きしてますね。ただ今年はまだイチジクが実ってないんですけどね。ビワに続いてイチジクも収穫ゼロなんでしょうかね。義彦に障子を破壊されました。この穴から出入りしてるのを見て愕然としました。なのでね、プラスチック製の障子に張り替えてやりました。ペットもびっくりって書いてあったのでね、義彦もさぞやびっくりすることでしょう。義彦対策も万全です。激しい特訓中の義彦。義彦がでかくなったんですよ。なチュル。一貫して義彦空気扱いのミーチョさん。Wait onaka pekalinya。千本カレイヤ。ペラリンチョ。歌えじたかわよ。しょうがないですね。ペラリンチョ。チャーロー。コンさん余裕で爆睡中。最近は三つ星もうまいねな。マニア。美味しそうな夢の中失礼します。うわなに？三つ星どこ？あーごめん、後であげるよ。いとこやるのに。おかすにやみまわりいいですか？赤花触っていい？あかに決めてるやんかのこあはのこなんかな？子猫ってこんなに元気でしたっけね。久しぶりに子猫からお迎えしたので、なんか感覚がわからなくなってきてますけどね。でもそういえばコンさんも子猫の頃は悪いことしかしなかったな。そんな猫たちの子供時代に思いを馳せながら、本日も早朝からパン生地をこねてまいりましょう。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 80% です。加水率 80% なのでそこそこにベタベタな生地です。今回はこの生地で田舎パンを作っていこうと思います。気温が高くなってきたので、アイリスオーヤマの発酵機能ではなくてフライパン湯煎で一次発酵をさせてみました。グルテンぐんぐん成長中です。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。生地を潰さずかつグルテンを強化するこのパンチ作業、結構楽しいです。生地がタッパーいっぱいに膨らむようにおまじないをかけてます。さあ大きくおなり。動画には登場しませんけど、この上の段の生地は私専用の米ぬか 50% パンです。大きくなったね。気持ちいいぐらいに発酵してくれましたね。なんか花ちょうちんみたいなガスが可愛いです。本当はあと 2,3 回ぐらいね、パンチ作業をしたいところですけど、もう時間がないのでこのまま焼きに入っちゃいましょう。せっかく膨らんだガスを潰さないように優しくまとめていきます。
こうやって重ねながらまとめることでね、表面もツルツルになっていきます。加水率 80% の生地はツルツルで可愛いですね。背中パン用の丸い型が欲しいところですけど、500g の生地が入る型はそこそこ邪魔になるので、このクッキングペーパーでなんとか丸く焼き上がるように型を作ってまいりましょう。焼くときに空気が漏れないように、こういうところはしっかりと閉じます。コンさんが泣いてますね。今日のコンさんは甘えモードです。夕べの雷が怖かったんでしょうかね。油断をすればね、閉じたところが開いてくるので、気づいたらちょいちょい閉じてやりましょう。パンの表面には薄く手粉を振っておきます。ざっくりとクープを入れてやります。このクープナイフもだいぶ上手に使えるようになりました。でね、言うほど上手でもないんですけどね。買った当初に比べたらちゃんとパンが切れるようになりました。せっかくキャンバスが広いんでね、なんか猫のひげみたいな謎の線も入れておきましょう。センスのかけらもないクープを入れたら、ペーパーの端っこをキュキュッと結んでパン生地が丸くなるように形作っていきます。ペーパーの端っこほどけ取るがな。今回はパンがでかいので低めの温度でじっくりと焼いていきます。160度の上下ヒーターで60分、まずは焼いていきましょう。途中でちょっと氷を入れたり、温度を調整したりします。アライグマババカルの野菜洗い。本日のパンに合うおかずはカレーソースとスネジャンカソースです。スネジャンカソースこの間作った気もしますけどね、久しぶりに作って食べたら美味しかったので、現在ヘビロテ中です。カレーソースの具材は玉ねぎ、人参、ナスビとじゃがいも、そしてひき肉です。一応ソースの扱いなので具材が邪魔にならないように野菜は小さめにカットしました。相変わらず農家さん直売コーナーのナスはでかいですね。このサイズのナスが3本入って100円なんですよね。絶対買いますよね。ナスは火にかけるとどうせねトロトロになるとは思うんですけど、早く火が通るようにこちらも小さめにカットします。そしてじゃがいもの芽を手で触って確認しながらほじくり出していたら、一瞬だけ停電しました。ずーっと遠くの方で雷も鳴ってるのでね、今日はこんな感じでちょこちょこと停電するんでしょうかね。動画編集中に停電しないことを祈るばかりです。じゃがいももミックスベジタブル並みのサイズにカットしてカレーを作っていきましょう。万能生姜にんにくオイル、そして追い油、切った具材をどんどん入れていきます。そして安定の 20% 引きのひき肉、買う予定だったものがね 20% 割引だとものすごく嬉しいですよね。
そして箱に書いてある分量よりもちょっと少なめの水を入れます。そしてこちらはスネジャンカソース作り。きゅうりの端っこは食べる。今日のスネジャンカソースにはトマトも入れてみようと思います。大小さまざまなトマトを切ってますけどね。最近知ったんですけど、トマトはプチトマトの方が栄養価が高いそうです。なのでね、普通サイズのトマトがあるのにわざわざプチトマトを買ってしまいました。きゅうりとトマトの中に一晩水切りした水切りヨーグルトを入れます。そしてここにも生姜にんにくオイルをたらり、そして安定の合法パウダー。これでスネジャンカソースの出来上がりです。私は合法パウダーを入れてますけど、これは塩で大丈夫です。もしかしたら残るかもしれないと思ってタッパーに入れてますけどね、今回も残りませんでした。サラダ用の野菜も適当にカット。端っこは食べる。農家さん直売コーナーの野菜のおかげでね、変わり場に来たらもう冷蔵庫の中が野菜でいっぱいになってます。氷を投入して蒸気を出してやりましょう。パンが焼けるまでサラダを仕上げたりカレーソースを仕上げたりします。このカレールーのパッケージを開けるのがすごく苦手なんですけど、皆さんどうやって開けてるんでしょうね。握力が10ぐらいしかないので全然開かないんですよね。水分も少なめにして具材にナスを入れることで結構とろみの強いカレーが仕上がりました。グツテロ。温度を250度に上げてあと10分追い焼きします。パンの中も表面もこんがりと焼けました。そして旦那し召喚。パンが熱いのでカットしてもらいましょう。ザックザクでいい仕上がりですね。旦那氏の腕にも義彦傷が大量に見受けられます。焼いてから10分ぐらい放置してたんですけど、まだまだ激熱ですね。このパンから立ち上る湯気見えますかね。こんなもんよく触れるなと思うんですけど、手のひらの皮が厚いギター弾きの旦那氏はお茶の子さいさいのようですね。カレーソースも熱いのでちょっと作って冷ましておきましたけど、全然湯気が出てますね。トロトロに仕上がっていい感じです。粉チーフッタロ。ということで、田舎者が作った田舎パン、スネジャンカソースとカレーソースを添えて、それではいただきましょう。本日はコーラで乾杯です。旦那氏のコーラのサイズがえぐいですね。パンのガスを逃がさないようにね、優しく優しく丁寧に焼き上げたらこんな巨大なパンになってしまいました。ちゃんと気泡もできてて高加水率ならではの断面ですね。この素朴な田舎パンの上にスネジャンカソースをのせて食べると飛ぶんですわ。パンも柔らかい仕上がりでとっても美味しいです。カレーソースにはこうやってちぎってつけながら食べたり、スネジャンカソースみたいにのせて食べても美味しいです。
今日もしれっと米ぬか 100% 蒸しパン添えてますけどね。この田舎パンにも米ぬかが 20% 入ってるので、血糖値コントロールババアには嬉しいランチです。雨は夕方まで降るみたいなので、停電する前に動画編集を済ませちゃいましょうかね。晴れてくれないとね、草刈りもできないですね。ということで美味しかったです。さようなら。